今日は収穫祭です。里芋とさつまいもを掘ります。米の研ぎ汁、野菜にあげます。イタリアの神様がいますからね、いつもきれいにしてます。コーヒーのカスとお茶っ葉のカス、畑に巻きます。にゃんこちゃんが畑に入らないように縁の方に巻いていきます。テーブルの上のさ、あれも取る、もう枯れよる。これ鼻がちょっとパチパチ。テレビでこの花びらをお茶で飲んだ番組がありましたので、今日は真似て飲みます。ある？あるわ。お、豚汁を作ります。これ大きいよ、ほら。やったね。どう？里芋取ろうか。里芋も。もっと外側から取って。うわ。何ですか？割って。お、ついてるついてる。ほら。里芋にさつまいももついてますよ。絡んどる？絡んどった。もうほら。これ白やもんね。多分。白里芋です。どれどれ？まやちゃんちいるかしらね。里芋。立派よね。これついてる。おお、ナイスですね。蜂がなんでかずっと来るよね。わあ、里芋もうめっちゃ入っとったね。小芋、孫芋までできるけんね。すごいことになりますね。今日はこれで豚汁を作ります。今年は里芋の間にこのさつまいもを植えたんで、ちょっと太陽が足りなかったみたいなので、やっぱり十分日を浴びさせた方がいっぱい入ると思います。来年は違う場所に植えたいと思います。今日3分の1ぐらい掘りましたね。まだあと3分の2ぐらいは後で掘りたいと思います。ちょっと、思ったよりも少なかったですね。でも里芋はたくさん掘りました。
こうやって干してると甘くなるみたいですね。おフィリピンの人が日本に住んでて、この葉っぱを炒めて食べる、美味しいって言ってたので、今日チャレンジします。茎は日本も食べますね、夏場ね。さつまいもの葉っぱです。これはさつまいもの葉っぱ。高橋くんたちが持ってきてくれました。実家のものだそうです。醤油漬けしてたしその実をもう油で炒めました。悪くならないうちに。これは私が作った生姜の佃煮なんですけど、スマホで見たらちょっと何回か茹でるみたいな、茹でて水を捨ててまた茹でるみたいなことが載ってましたけど、その前にも作ってしまったので、めっちゃ生姜辛いんです、これ。なのでたくさんは食べなくて済むのでいいかも。昨日鉢の松葉ボタンをカットしました。そして生け花のように束ねて土の中に埋めましたね。まあつくのがついてくれたら、根付いてくれたらいいです。うん、美味しい。
あ、作ってくれてありがとう。はーい。じゃあいただきまいす。ただきます。豚汁ね。うん。さつまいもがどうやろ。どううん。あ、意外とうまい。あ、おいしいおいしい。うん。里芋もほら、うん掘りたてやけんね。おいしい。シルクスイートってやつよね、これね。そうそさつまいも。う。うん。これ、里芋。うん。これは白ね。うん。どっちもねっちょりして美味しいね。取りたてやもん。うん。美味しい美味しい。里芋の取りたてってめっちゃ美味しいね。うん。お店んとはほら、うん何日か経っとっけんね。うまいうまい。うん。これさつまいもの葉っぱ。そうそうう。ん。さつまいもの葉っぱ、うん。初挑戦です。うん。美味しあら、い。ね。いけるね。うん。美味しい。めっちゃこれ、うん。栄養があるらしいね。うん。やばい。うん大きい葉っぱもいいかもね。うんうん。最近この2、3日さ、うん。朝から起きた時にね、こう切るやろ。うん。うわーってなっとさ、うん。前ほら、ぐるぐるなってぐるぐるなった時ね、あの時ほどじゃないんだけども、うん。こう、わーって、もやもやもやってこうね。ふわふわする感じじゃない？そうそうそう。私もある。うん。それが、大丈夫かなと思ってる。で、昨日は特にさ、うん。自動車学校の、うん。ね。なんか認定証。そうそうそう。講習部を受けないかんったら70以上はさ、うん。そういう、大丈夫かなと思ったけどね、うん来ていったけど、指導教官の人から、お、バッチグーですね、って言われて、なんか自動車関係に勤めてるんですかって言って、よかったですよ、って言って。うん。もう、他人が自信持って運転できるんだ。うん。私もさ、来年、うん。切り替えやけんね。うんそれこそいかんばいかんとけど、通車に乗ってないけん、乗り切るかなって心配やったけど。それはね、軽自動車がちゃんとあるわけ。うんうん普段軽自動車に乗ってる人はそれを選べるわけよね。うん。うん。だってね、もう忘れてるもん。うん。それでその自動車講習ってもテストじゃないけん。うん。確認をするだけだから。うん。そんな心配することない。うん。普通に右に曲がって、左に曲がって、うん信号で止まって、止まれってとこで止まって、ね。うん。それさえできれば、あと、法定速度ね。うん。 30キロのところはもう40キロ以内ぐらいでビーッとね、うん。行ってこう、そんな感じでやれば全然大丈夫。ただ、目の試験もあったさ、うん。目がほら、ね、ここは見とって、ピーって言ったとね、うん。パッて消えた瞬間パッと押す。こっち側もピーってやった時、ここは見とって、こういった。この範囲ね。そうそう。緑内障の検査そうそみたいうな。そうそう。一番俺が難しかったのがね、目の検査で、暗いところから、うん明るいとこから暗いところに入るやろ。その時に、すぐ、視力が戻るかどうかっていう試験ね。ええ。うん。それね、明るい、この光がここにあってさ、うん。それが、パッてキュッとさ、うん。俺ずっとここばっか見とったんよ。そしたら、うんここ、の緑になるんよ。うん。ほら、残像がずーっと、そこばっかずーっと、全然出てこんねやもん、次のその、絵が印がさ、うん。まだですかまだですかもう出てこんですね。もう一回しますね。またバーンとずっとさ、うん緑にピーンとその丸になっとさ、光がさ、うんまだ出てこんなーっつってね。下はちょっと見たらさ、下の方に出とってよ。ここに出とったーって、しもたーって思ってね。そんな感じで。そこがね、俺一番点数が低かった、やっぱね。100点満点そこも。一応、その。 100点満点っていうのは、やや劣るとかさ、うん。普通とかこうね、さ、判定はね、うんうん。うんうん、踊るやったと。劣るやっ
今から生姜を取ってしまいます。取るのはてっちゃんです。よいしょ。うわー、よできとるよ、これ。泥が顔に飛んできそう。うわー、すごい。なんということでしょう。あら、さつまいもも。ほら。あらゆるところからさつまいもが出てきますよ。わあ、すすごいね。うわあ、きれいきれい。紅生姜用にぴったんこ。おお、これすごいね。うん、やっぱり日当たりもいるよね。種芋も腐れずにそれはあ乾燥りますので、させとけば、ね、使えます。普通に料理に。普通はほら、みんな腐れてしまうんやけどね、種芋は元気なんですよ。ガマテスちゃんが冬を越せるように、ここにガマテスちゃんの、お家を作ってやりました。今日ここに入れてやったんですけど、もういなくなりました。まだあったかいから、どっか、食事に行ったんじゃないですかね。いなくなったんですよ。